はい。では、はるさん、今日はご参加ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はるさんは、今回の講師養成講座を受けてくださったということで、今から簡単な4つのインタビューをさせていただけたらなと思います。はるさん、よろしくお願いします。お願いします。はい。では、まず1つ目の質問なのですが、このコース、講師養成コースを受けようと思ったきっかけや理由があれば教えてください。はい、大きく3つあるんですけれども、まず1つ目が、私、10歳の息子がいるんですけれども、やんちゃなので、普段の育児の中で、常に笑ってることができず、どちらかっていうと、叱ったりして、しかめ面してる表情が多いなっていうのを最近すごく気になっていて、で、やっぱ表情筋って癖がつくっていう話もあるので、もうどんどんこの年を取ってってたら、下の方にこの表情筋っていうか、怖い顔の年の取り方をするんじゃないかなっていう心配があったので、自分のまず美容のために、一つ目は、ちょっと気になっていました。で、二つ目は、その息子が実はちょっとの子役モデルをやっておりまして、で、普段から、笑顔がちょっと口角がやっぱ下がってるので、笑顔の作り方がちょっと表情が硬いなって思うことが結構多かったので、もし勉強すれば、それにも活かせるんじゃないかなって思ったのが二つ目です。で、三つ目が、私、ヨガのインストラクターをちょっとやっているので、その中で、顔の、表情筋のストレッチなんかもできると、自分のレッスンの幅も広がりますし、ちょっと最近悩んでたのは、自分ならではのレッスンって何だろうってすごく考えていて、そのステップアップとしても、勉強になるんじゃないかな、自分のためになるんじゃないかなと思って、決心させていただきました。はい。ありがとうございます。すごい。でも、話されてる時もずっと口角が今上がってますし、本当に表情筋トレーニングのおかげもあるのかなと思っています。結構ビフォーアフターの写真と比べると、すごいはるさんね、フェイスラインもくっきりとされてますし、口角もすごい上がってるし、ね、先ほどおっしゃってたように唇も、結構変わってきたなと思うので、本当にご自身の美容のため、いや、まずもう本当に大成功かなと思っています。本当にあと柔らかい印象に、もともと柔らかい印象ではあるんですけど、本当に、講座を受けたことで、さらにもう少し自信を持っていただけたかなと思うので、本当にそれが普段の生活にも現れてくるのかなと思っています。はい。もう本当にね、大成功ということで、ありがとうございます。お子さんもね、こっちが笑顔だとね、伝染するというか、ね、周りの人も自然と笑顔になると思うし、息子さんも、ね、自然と笑顔にもっとなると思うので、素晴らしいことかなと思っています。はい、ありがとうございます。ございます。では、2つ目ですね。このコース、約1ヶ月間受けてくださったと思うのですが、もし感想があれば、教えてください。さっきの順番で言うところで、自分の美容で一番変わったなって思うのは、唇周り、唇が加齢とともにちょっと薄くなってきたなって思っていたんですよ。昔はもうリップ塗らなくても、血色も良かったし、厚みもあったし、結構自慢の唇だったんですけど、なんだか最近唇が薄いなって思って、絶対リップクリームっていうか、口紅を塗らないと、もうマスクもどんどん外れてきたので、塗らないとちょっと外歩けないような感じだったんですけど、レッスン中に、私は口輪筋を、口の周りの筋肉を、鍛えた方がいいって言われて、ちょっとそこを意識してやってみたら、レッスン終わる頃には、ちょっとなんか厚みが目で見てわかるぐらい、出てきたんじゃないかなっていうふうに自分でも思いましたし、家族にも、なんか小顔になったみたいなことを言われることがあって、それはすごく、受けてよかったなと思っています。はい。で、息子の件に関しても、オーディションのために写真を撮ったりとか何回かするんですけど、なんか、ちょっと、お顔のストレッチをやってから、
お写真を撮ると、なんかいつもより笑いやすかったみたいなことも本人言っていたので、まあそれもすごい良かったなと思いました。で、自分のレッスンにも関しても、この間ちょっと一回やってみたんです。そしたら普段お顔までやってる方が生徒さんでもあんまりいなかったみたいで、新鮮だったみたいで、すごいいい感想いただけたので、引き続き、工夫してやっていけたらいいかなと思っています。ありがとうございます。はい。そうですね。ほんと写真を見比べると、後で編集でここに写真を貼ると思うんですけど、ビフォーアフターの。確かに、唇がね、結構ツヤが出てふっくらされたかなっていう印象があります。もちろん顔全体をしっかり鍛えているので、唇もより、なんていうんですか、ふっくら見えるし、ここはすっきりすると唇の面積がね、大きく見えるじゃないですか。だからそういうこともあるし、全体的にすごいリフトアップされたし、まず周りのね、一番近いご家族の方が気づかれるっていうのはすごい大きいことかなと思います。毎日会ってるね、からこそ逆に、ね、変化に気づかない方とかもいるじゃないですか。だけど、そうやってね、敏感に反応してくださるのも素晴らしいことですし、あとはその写真の前にね、しっかりほぐすことで笑いやすいっていうのも本当にあるかなと思います。私も結構写真撮る前に必ずやるようにしているので、その良さをね、ぜひ生徒さん方にも伝えていただけたらなと思います。はい。ありがとうございます。では3つ目ですね。この1ヶ月間の養成講座を通して、講師、私の印象はいかがでしたか？無茶ぶり。もともとちょっと生徒として、増井先生のレッスン何回か受けてたので、レッスンでのお人柄は、なんとなく分かっていたものの、いくつか他のヨガのレッスンを、講座、ワークショップとか受けていたときに、なんかやっぱり先生っていうだけあって、なんかこう、どっちかっていうと、言い方悪いんですけど、上から目線で、言われる先生もいたところを、ますみ先生は結構目線を生徒の方まで、下ろして話をしてくださるのと、先生のお人柄もあるんですけど、頑張んなくてもいいよって最初におっしゃってくださったのが、なんか逆に、どっちかっていうと頑張ってしまう癖がついてるところもあるので、すごく気楽に取り組めたかなとも思って、それはすっごく良かったかなって思います。ありがとうございます。そうですね。やっぱりはるさんのおっしゃる通りで、はるさんはもちろんすごい頑張り屋さんじゃないですか。すごい一生懸命ね、取り組まれる方なので、そうですね。結構そういう方は結構グーって入り込んじゃって逆に悩んでしまう方も多いと思うので、そういうお言葉をかけさせていただきました。そうそう。そうですね。結構私のスタイルとしては、同じ目線でというか、話すタイプだなと思っているので、それは、マッチできたかなと思っているので、よかったです。なんか質問もそうするとしやすいんですよ。なんか怒られるかなとか、なんかこれは言ったのに質問したらいけないかなっていう余計な心配をせずに質問できたのはすごい良かったかなって。レッスン中も、なんか私だけじゃなく他の生徒さんも、じゃあ私もみたいな感じで、結構白熱したというか、白熱っていう空気ではないんですけど、結構みんな遠慮なく質問ができる雰囲気作りができたのは、ますみ先生のお人柄のおかげかなっていうふうにも思っています。ありがとうございます。そっかそっか。じゃあ他の養成講座もね、結構受けられたんですよね、はるさんは。そうです。いろんなのを受けると、なんかやっぱり時間があって、ヨガの教えでね、時間は守るっていうところもね、すごくあるから、時間を過ぎるぐらい質問すると、なんか、怒られた記憶も私は実はあって。なるほど、なるほど。それを、考えると、すごく質問しやすい雰囲気っていうのはすごいありがたかったかなって思います。そうですね。もう、はるさんが先頭を切ってしてくださったので、こちら側としてもね、たくさん質問していただける方が、すごい熱意も伝わってくるし、もちろんしないことが悪いとかではないんですけど、したもん勝ちではあるじゃないですか。結構ね、クリアにして次のステップに進むと、やっぱ自分の身になるし、だからすごいその姿勢は素晴らしいかなと思っております。はい。ね、どんどんレッスンして、ね、質問を投げかけてください。はい。
では最後の質問に行きたいと思います。はるさんの今後の目標ですとか、活動についてもし、お決まりでしたら、はい、教えてください。この間、レッスンで応用をしたところ、私は経絡に関して、やってるヨガのレッスンがあるんですけど、そこにもすごい親和性っていうんですかね、顔もツボとか経絡があるので、そこに関して、自分なりにも、新しく考案できたらいいのかなって少し思って、経絡と、お顔の、フェイスリフトができる、ヨガみたいなのができると、なんかまた私なりのレッスンができるのかなっていうふうに思っているのと、まあ、あとは、まあ、自分の、美容のためにも引き続き、ストレッチはやっていきたいと思いますし、もっと、アドバンスのコースもあるっていう話なので、まあ、もっともっとできるように、もっと、難しいポーズもできるようになっていきたいなとも思いますし、あとは、まあ、息子にも、やりつつ、時々私も息子と一緒に、モデルとして出たりするので、それの、キャリアもステップアップできたらいいかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。はい。うん、素晴らしいですね。たくさんレッスンをやっぱりこなすことも、こなすというか、経験していくこともすごい大切だなと思うし、やっぱしていくうちにまた新しい質問とかも出てくるかなと思うので、ぜひですね、その経絡のクラスに取り入れていただいて、お客さんからのね、レビューとかで、またやり方を変えてみたりして、いろいろ挑戦していただけたらなと思います。でもちろん息子さんとも一緒に楽しくしていただけたらなと思います。お子さんはね、すごい楽しく恥ずかしがらずしていただけると思うので、うん、お子さん向けのね、クラスとかもすごいおすすめであ、す。確かうんにそうですね。うんうん。そうですね、結構和気あいあいしてうんうんうん。楽しい。うん、多分正しいポーズは誰も取らないかもしれない。でもそれも楽しいし、うん、楽しいっていうのが一番大切かなと思うので、うん、自分をプッシュせずに楽しみながら教えていただけたらなと思っています。うん、はるさんの今後の、クラスもすごい楽しみにしているので、ね、また、感想なども教えていただけたらなと思います。ありがはーい。とうございます。はい。では、はるさん、今回は、インタビューにご参加いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ一回切ります。